海道も海外テックのこれまじミントです。りなです。海外のテックを自分の手で確かめるこの番組、今日は実機を使った検証の話です。検証って何を測ったの？大きな AI モデルを実機で動かす速さです。モデルもサンプリングの設定もそのままです。何も変えずに何が起きたの？同じモデル、同じ設定のまま生成速度はほぼ2倍になりました。これマジ？何も変えてないのに2倍？変えたのは答えの出し方だけです。これマジ？全部見せて。今回使ったのは DGX スパークという実機です。 DGX スパークって机の上に置けるくらいの実機なんだよね。そうです。そこにディープシークの大きなモデルを載せました。パラメータ AI の中にある数字の総数が多いモデルです。パラメータが多いと何が困るの？遅いんです。回転する六角形の中でボールが跳ね回るアニメーションのコードを一発で書かせたら186秒かかりました。186秒？3分近いじゃん。これを速くする定番のやり方は2つ。モデル自体を小さくするか、量子化を強めるかです。量子化って？ AI モデルの中身は大量の数字でできています。量子化はその数字を粗く丸めてファイルを小さくする技術です。数字を粗く丸めるって例えば？細かい桁まで持っていた数字をもっとざっくりした桁数に丸めるイメージです。表現できる幅が狭くなります。丸めるほどファイルは軽くなるんだ。軽くなるわけ、正確さも落ちます。数字を粗く丸めるほど AI の答えの間違いも増えていきます。つまり速さと引き換えに賢さを差し出すってことか。ところが今回私が自分の実機で測った結果はその定番を裏切るものでした。裏切るって？モデルを小さくせず、量子化も変えず、品質を捨てずに速くする方法があったんです。これマジ？そんな都合のいい話あるの？仕組みは意外と素朴です。容量のいい後輩に先に下書きを書かせておいて、先生は自分で一から書く代わりに、その下書きが合っているかをまとめて確認する、そういうやり方です。下書き役と確認役を分けるんだ。下書き役は適当でもいいの？適当というより、それらしい予測です。当たっていれば儲けもの、外れても本体が拾います。AI の世界では、これを投機的デコードと呼びます。小さくて速い下書き役のモデルに先回りさせて、本体はまとめて答え合わせする、という考え方です。今回はラマ CPP という実行エンジンで、eSpark という方式を動かしました。下書き役が間違えてたら？合っていたところまでを採用して、外れたところから本体が自分で続きを書き直します。大事なのは、本体がちゃんと中身を確認している点です。下書きを丸飲みしているわけではありません。確認してるのに、なんで速くなるの？ここが今日の核心です。なぜ速くなるのか、順番に説明します。まず、AI が文章を書くときの最小単位から。最小単位？ AI は言葉をトークンという細かい単位に区切って一つずつ書き足していきます。日本語だと数文字分の断片くらいだと思ってください。トークンっていう単位で少しずつ足していくんだ。AI が1トークン出すたびにそのトークンに必要な大量の数字をメモリから読み出す必要があります。計算に時間がかかってるんだと思ってた。実はそこが誤解されがちなところで、時間を食っているのは計算そのものよりこの読み出しの方です。巨大な資料室から必要なページを毎回持ってくるようなイメージです。これマジ？頭の回転より本棚を走る速さの方が効いてるの？確認する計算自体は重くないの？はい。確認そのものはそこまで重くありません。だから複数分まとめて確認しても時間はほとんど増えません。ここでさっきの下書きの仕組みが効いてきます。どうつながるの？1人分の答えを確認するのも5人分をまとめて確認するのも資料室に行く回数は1回で済みます。まとめて持ってくれば往復は減るもんね。だから下書き役が3個先回りしていれば本体はその3個分を1回の読み出しでまとめて確認できます。1個ずつ確認するのと同じ手間で3個分。当たった分だけ一気に確定できます。外れたところからだけ本体が続きを書き直します。だから当たれば当たるほど速くなるんだ。もう一つ、今回のモデルには速さと関係する仕掛けがあります。まだあるの？このモデルは担当の違う小さい AI がたくさん集まった作りになっています。一つの言葉を出すたびにその中の一部だけを呼び出して答えさせます。一部だけ呼び出すってどうやって選ぶの？この作り方を MOE と呼びます。専門家、つまりエキスパートをたくさん抱えておいて、その都度必要な担当だけを組み合わせて使うという意味です。全部の専門家に聞くわけじゃないんだ。今回のモデルはエキスパートが256体います。でも一つのトークンを出すのに実際に呼ばれるのは6体プラス共通担当1体、合わせて7体だけです。共通担当って何？
6体はその言葉ごとに入れ替わる担当、残り1体は毎回必ず呼ばれる共通の担当です。256体のうち、たった7体？モデル全体では、パラメータがおよそ2720億あります。ところが1トークンで実際に読むのは、そのうち約90億だけです。ほとんど読んでないじゃん。これが 104GB あるモデルが 121GB の実機にちゃんと収まって動く理由です。大きいモデルなのに、実際に毎回動くのはその一部だけだから、実機でも回るんだ。量子化で数字を3ビットまで荒くしてあるので、1トークン分の読み出しは、だいたい 3.3 から 3.7GB です。さっきの読み出しが遅さの正体って話とここでつながるんだ。はい。読む量そのものが少ない上に、下書きの分だけまとめて確認できる、この2つが重なって、今回の速さになっています。ここからは、実際に私が自分の実機で測った数字です。さっきの理屈、実際どうだったの？課題は2つ。回転する六角形の中でボールが跳ね回るアニメーションと、ボクセルで作ったパゴダと桜の庭のアニメーションです。パゴダって何のこと？五重の塔のような何層にも重なった塔のことです。それをボクセルで表現させました。さっきの186両はこの六角形の方だよね。はい。ただ、両数だけでは比べられません。リースパークを使うと、書き上がる文章の長さ自体も変わるからです。六角形の場合、登記なしは3473トークン、リースパークだと3818トークンでした。出来上がる量が違うんだ。だから比べるのは、1秒あたり何トークン出せたかです。登記なしは毎秒 18.85 トークン、リースパークは毎秒 36.93 トークン。マジ？倍近いじゃん。正確には 1.96 倍です。パゴダの方は毎秒 18.82 から 38.55 トークンで 2.05 倍でした。生成したトークンの数が違うから毎秒の速さで比べてるんだね。ちゃんとしてる。はい。両方とも自分でブラウザで開いて実際に六角形とパゴダが動くことを確認しています。どっちもちゃんと跳ねてる。見た目じゃ差がわからないね。そこが大事なところです。片方だけ手を抜いた結果になっているということはありません。かかった時間だけが違います。パゴダの方、桜まで待ってる。これ全部 AI が書いたんだ。指示したのはボクセルで、桜のあるには2パゴダを一つの HTML ファイルでだけです。あとは全部モデルが決めています。この速さを支えているのが採択率という数字です。下書き役が提案したトークンのうち本体が合っていると認めて採用した割合のことです。さっきの当たれば当たるほど速くなるってやつだ。はい。六角形の課題では 80.7%、パゴダの課題では 86.4% でした。8割以上当たってるんだ。六角形の場合、出来上がった3818トークンのうち 71% が下書き発です。あれ、採択率は8割超えてたのに、なんで最終的には 71% なの？分母が違うんです。採択率は提案したうちどれだけ当たったか、71% は出来上がった文章のうちどれだけが下書き発か、本体が自分で書いた文もあるので、こちらは少し下がります。なるほど、出来上がった文章の7割が下書き役の仕事なんだ。当たった分だけまとめて確定できる。だから採択率が高いほど速くなります。今回はどちらも8割前後当たったので、速度もだいたい2倍という結果になりました。こういう実機で実際に動かして確かめる検証はこれからも続けていくので、気になったら今のうちに登録しておいてもらえると嬉しいです。気になりすぎる。続き、同期的デコードの仕組みは分かったけど、リースパーク以外のやり方でもこの速さになるの？そこはやり方次第で変わります。ここでリースパークという名前についても触れておきます。これは論文で提案されている手法です。私たちが考えたものではありません。今日はそれを自分の実機で動かして速さを測って見せてくれたってことだね。はい。リースパークを作ったのはディープシーク周りの研究チームで、私はそれを実機で動かして測っただけです。普通の同期的デコードとリースパークは何が違うの？工夫は大きく2つです。1つ目は下書き役の作り方。普通、下書き役が一気に何個も当てずっぽうで薄めようとすると、外れが増えるほど採択率が急落しやすいという弱点があります。欲張って何個も一気に出すと精度が落ちるんだ。リースパークの下書き役は半自己回帰と呼ばれる作りです。ある程度まとめて出しつつ、トークン同士のつながりも保つように書く、工夫された作りです。2つ目は確認の仕方です。確信度スケジュール検証という方法を使っていて、全部の候補を同じ深さまで確認する代わりに、生き残りそうな見込みに応じて、確認する長さそのものをリクエストごとに変えます。見込みが低いところはどうなるの？そこから先は、深追いせずに切り上げます。通る見込みが高いところにだけ、長く検証の手間をかける、という配分です。
通らなそうなところにまで律儀に手間をかけないんだ。はい。論文自身は、ディープシークのサービング環境で、1ユーザーあたりの生成速度が 60% から 85% 上がったと主張しています。今回の約2倍より低いね。はい。論文にはどんなハードウェアや、どのモデル版で測ったかの記載がありません。私が使った実機や量子化のやり方とも違うので、数字を単純に比べることはできません。同じ実機で大きなモデルを動かしてみた検証は他にもあるから、気になった人は関連動画からどうぞ。ここからは、今回の結果をどこまで一般化していいかの話です。論文の話とは別に、今度は自分の実験の限界だね。一つ目、今回は DGX スパーク実機1台、モデル1つ、量子化1種類での実測です。他の実機やモデルの組み合わせに、そのまま当てはまるとは言えません。メモリの少ない実機や、違う量子化の組み合わせだと、結果が変わる可能性があります。二つ目、下書き薬のモデルも、メモリに常に置いておく必要があります。今回は8ビットに量子化して 10.9GB 分でした。121GB ある実機だから成り立っている構成です。下書き薬もただじゃないんだ。三つ目、登記ありと登記なしで、出力は完全に一致しません。本体が下書き気分をまとめて1回のバッチで評価するので、計算の順番が少し変わり、僅差のところで選ばれる言葉が入れ替わることがあります。出てくる文章、微妙に違うの？はい。全く同じ文章が出てくる、とは言えません。ただ、ここが大事なところなんですが、質の方は守られています。文章が違うのに、質は守られてるの？下書き訳は、提案をしているだけなんです。それを採用するかどうかは、本体が自分の確率で決めています。だから下書き訳の賢さは、速さには効きますが、出てくる言葉の良し悪しには効きません。論文にもそう書かれています。じゃあ下書きが下手な時は、速くならないだけで済むんだ。実機やモデルの組み合わせが変われば、また違う数字になるってことか。4つ目、論文自身の主張は60から 85% の向上でした。今回のおよそ2倍は、それより高い数字です。ハードもサービングの仕組みも違うので、単純比較はできません。論文の数字とうちの実機の数字は、そもそも前提が違うんだね。5つ目、今回は下書きを3個先回りさせる設定が一番良い結果でしたが、これは今回の課題での話です。課題が変われば、最適な数も変わってくるはずです。この3という数字も、絶対の正解じゃないんだ。この5つが、今回の実測で言える範囲の全てです。整理します。AI が遅い理由は、計算そのものより、重みの読み出し待ちでした。下書き訳に先回りさせて、その読み出しをまとめて1回で済ませる。ってことだったね。はい。しかも今回のモデルは、256体のうち7体しか呼ばない作りだったので、読む量そのものも少なくて済んでいました。モデルを賢くしなくても、待ち時間の使い方を変えるだけで、速さは手に入るんだ。計算量を増やす方向だけが、速くする道ではありません。待ち時間そのものを削る道もある、というのが、今回自分の実機で測って分かったことです。そして、一番綺麗だと思ったのはここです。採用するかどうかを決めているのは、最後まで本体の方でした。速さのために、出てくるものの質を差し出してはいない。だから安心して使える方法になっています。この番組は、海外のテック一時情報を、自分の手で確かめて解説しています。面白かったら、チャンネル登録お願いします。高評価もね。それじゃ、また次の動画で。またお会いしましょう。